を呼びます。これを右に行ったところに松江大橋がかっています。そこにかかっていますよ。はい、それ。そうそう、横にないでね、仰向けにこう一旦止めてます。まあ大変ですんでね、ギリギリになるまで。それでは左に曲がります。はい、それではね、全部下げますよ。いきますよ。はい、ここまででございます。はい、上げます。石の階段が見えているはずでございます。はい、これがね、唯一残された武家屋敷の裏庭からここに降りる階段、唯一残されたところでございます。昔はこの階段の下に船が係留されておりましてね、今でいう自家用車ですね、そういう感じで係留されていたそうです。幽霊が左側銅板に描かれています。大変綺麗な幽霊が描かれております。物語の内容についてはまた小泉役の記念館の方でくださいませ。はい、それではですね、船は間もなく松江城天守閣を望む場所に出てまいります。1607年といえばね、ちょうど大阪夏の陣、冬の陣、あの辺の時代でございますよね。豊臣家の天下が終わっての時代でございます。関ヶ原の戦いで関ヶ原の豊吉春が戦いをする。はい、この北堀橋に向けてですね、左側に出てくる建物なんですね。上りがたくさん出ている建物、蓬莱園や伝承館でございます。この蓬莱園や伝承館の隣の隣、武家屋敷風の大きな建物、松江歴史館でございます。波敷きの歴史館となっています。松江の歴史コンパクトにまとめられております。ここから眺める天守閣ね、より一層でかく見えてますね。船はこの宇賀橋をくぐり抜け左に曲がります。はい、前方水路の交差点、堀川の中では一番船の行き来が多い堀川のスクランブル交差点でございますね。ちなみにこの船の優先順位ね、3番目でございますのでね、ちょっと注意していきたいと思います。はい、スクランブル交差点注意してきますということで一周してまいりました。はい、それではね、どうでしょうかね。はい、ありがとうございました。はい、いってらっしゃい。ありがとうございます。ここで入ってください。
がとうございます。同じ工数でもこの通し方で形が変えれるので、ここ出したらどんな風に通そうかなってちょっと並べてみてください。はい。はい、それではね、練習ですよ。矢に避けますね。はい、前の方にどんどん倒れていきます。びっくりするほど倒れていきますよ。はい、まだまだね。はい、これが今ちょうど半分ほど、まだ半分です。はい、ゴロッと横になっていただいてもいいかな。はい、いっぱい下がりますよ。はい、頭に。じゃあ寝転がっちゃった方がいいんだ。はい、中でね、一番の低い橋くぐるときはここまで。はい、これ20秒ほどでくぐります。はい、近くまで行きましたらまた早めにね。4回5回。左側ですね。またこの左ところどころ四角いところがありますが、排水路、排水路もこうも残っています。
と前方に2つ目玉の低い橋が見えてきました。宇部屋橋と言います。その手前の方、水の上、右側、水の上にオレンジのハートのマーク、V が見えます。はい、それではゆっくりでやっていますね。ここは一般に下げません。途中まで下げてください。はい、今日はこれくらいでです。水かさにもよるんただ幅の方がね、非常に狭くなってます。本当幅が真ん中に焦点を合わせながら、両側が足らないように、上手にですね。はい、わかりましたが、ここが船頭の腕の見せ所ないように上手に今日ぐるっとね、一周回る中でもここが一番の難所。長さが40メートル、幅が2メートルほどの幅になっていますが、この船の幅が1メートル80ほどあります。片側がほんの10センチの余裕しかありませんで、風が強かったり、ちょっと油断をすると当たることがあります。今ちょうど風もね、穏やかです。うまくまっすぐね。はい、それではここからが今度は外堀。南側の外堀に出ていきます。これからしばらくは東の方向へ向かって進んでいきます。この右の方が強いのだね。松江大橋から金ぎぼしなぜに忘れぬ忘られる桜春雨早い傘で君の流れた嫁がしまお降りの方いらっしゃいましたかね。前の方ね。はい、ありがとうございます。はい、それは合図を出しましたね。ここでお線路まもなく到着です。この右側、桟橋に横付けをしますので、右の方は船べり要注意してください。はい、右の方にね、レンガ作り、おしゃれなコーヒーが、チェーン店らしいですね。コーヒーも美味しいです。はい、荒川乗船場、まもなく到着でございます。この右の方には宿がたくさんあります。朝一番はお泊まりのお客さんね。またこの右手の方には和菓子屋さん、老舗の和菓子屋さん、松江は美味しいね。お茶、おびっくりした。あれだんだん
ご搭乗手続きが完了しました。保安検査場へお進みください。電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内モードなどを設定するか電源をお切りください。We wish you a pleasant flight.